ムで完璧な仕分けができる天空トラップタワーの作り方をご紹介。今回の装置はモブが落とす主要アイテム、大事なアイテムだけ仕分けて、その他の革の防具やチェーン装備、いらないアイテムはマグマで処理できる機能付き。そして銅ゴーレムが押し合って仕分け効率が落ちるのを対策するべく、完全銅ゴーレム仕分け装備も搭載してます。そして処理方法も網羅。もちろん従来の手動で倒す式もご紹介しますし、より完全に放置して完全に仕分けを求める上級プレイヤーさん向けにも、後からトライデントキラー、ピストントラップに変更できる方法も紹介してます。鉄頭鉄尾プレイヤーさんにお役立ちする最強トラップタワー、この動画で完全解説。いつでも見返せるようにグッドで保存。それでは作っていく。まず作る場所を選ぶんですが、私は今回海に作ります。作る前の注意点、必要素材説明欄にありますが、海に作る場合もマイクラ統合版に言えることですが、川には絶対作ってはいけません。川はクリーパーやゾンビ、スケルトンが湧かない仕様になってますんで、作ることはできないですし、たまに海っぽいでかい川があります。もう海のど真ん中行っちゃってください。その他の注意点説明欄にございます。まず平原に作る方も水面に作る方も土台作りまして、地面から上に100マス伸ばしていきます。またこの塔を起点に半径30マス以内には川がないようにしてください。上にドカーンとね、天空トラップタワーができた時、さっきと同じ理由で装置が動かなくなってしまいます。今回銅ゴーレム倉庫併設ということで、かなり気合入ってます。キヨキヨとしても緊張感がある。はい、100マス伸ばしました。皆さんはこのような形になっていると思います。この塔から、左右どちらでもいいので、銅ゴーレムを作るための土台を作っていきます。まず、こちらを正面とすると、目の前に合計8マス伸ばしていきます。なので、1、2、3、4、5、6、7、8。このような位置関係、目の前に8マス伸ばしました。そして、横方向、どちらでもいいので、横方向に合計で21マス伸ばしていきます。結構土台広くないってことですが、ジャギン、こうなりましたので、あとはこれを大きな長方形にしていきます。そして今回の銅ゴーレム倉庫なんですが、見た目は大掛かりでちょっと難しそうに見えるんですが、実際のシステムとしては簡単なので、ぜひ一緒に頑張りましょう。ドカーンと埋めます。このような形で土台が完成しました。そうしたら、この塔の側面にお水を1個流しておきましょう。こうすることによって作ってる最中に資材がなくなったりしたら取りに帰ることができます。それではまず銅のチェストを持ちまして、この位置関係から奥数えます。1、2、3、4、5。ここが5マス目。手前側に1、2。このマスに銅のチェストを2個この向きから置いていきます。上から見るとこんな感じ。必ず動画の位置と全く同じようにしてください。そしてこの状態からホッパーをしゃがみながら銅のチェストの横に4つつけていきます。必ずホッパーの向きが L 字にチェストに向かっていることを確認してください。そして4つなので、よいしょと。最後につけた1列は、このまたしても L 字になっていることをご確認ください。上から見るとこの位置関係。ここまでできたら、石系のブロックなどで、このホッパーの周り囲ってあげます。ここまでできたら、松明を設置しておいて、このフィールドにもゾンビが湧いてしまうので、湧き潰し。次に、ホッパーの上にしゃがみながらハーフブロックを設置して、このぐるっと囲ったフルブロック上立ちまして、追加で2マス縦積みしていきます。で、ここからぐるっとしていくんですが、銅チェスト上、こちらの上にも置きたいですが、階段ブロックをこのギリギリの端っこに置く。そうすると、くぼみがチェストの正面側を向きます。で、これをもう一個横につけてあげて、そうするとね、銅のチェストを開けることできます。ちなみにトラップの完成形は、この向きから敵をバシャバシャ倒す形になります。で、階段つけられたら、はい、先ほど2マスつけている途中でした。置いて、階段横と下は柱にしてしまいます。こちら側も、松明の位置ずらしましょう。よいしょ。つけていきます。上から見るとこんな感じ。ゆっくりやっていきましょう。そして上をつなぎまして、上にはトラップドアをつけます。そしてこのホッパーの手前にはフルブロックを置いて、こうすることでクリーパー爆発対策ができました。ここまでできたら、銅ゴーレム倉庫を8割型まず完成させます。ちょっと今日気合入ってます。まずチェストを持っていただいて、この位置チェストを置きます。そしてラージチェストにして、ここから手前側にラージチェストを合計5つ置いていきます。なので1、2、3、壊して、C、5。壊した分のね、湧き潰し、しっかりしておきましょう。正面から見るとこのような形。そしたら、1段ブロックを置いて、上にチェスト。階段を作っていくようなイメージ。続いては、
手前に2段壁立てまして、上にラージチェストを置く。1段ずつ上がっていきました。そして最後3段目作っていただくんですが、3段目にはトラップチェスト、これ重要です。トラップチェストのラージチェストを作っていきます。正面から見るとこんな感じ。5つ並んでいて、段々になって最後がトラップチェスト。ここまでできたら、この位置にブロック設置します。この位置から始まって、合計7マス左に伸ばします。1、2、3、4、5、6、7。上から見るとこんな感じ。7マス伸びました。これを、奥側に、よいしょ。奥に合計3マスの L 字にした上で、四角を作ります。よいしょよいしょよいしょ。中、埋めちゃいます。上から見るとこんな感じ。7×3 の新しい四角ができました。そしたら、高さを合計3マスにします。なので、1、2、3。今伸ばしたところを、トラップチェストの土台の高さまで伸ばしてあげるというイメージ。ゆっくりやっていけば本当に簡単です。これがまず、同ゴーレム倉庫の土台となりました。一度ここまでできたら、天空トラップタワーを作っていきます。まず、正面こちら側ですが、仮ブロックなどで縦積みして、このリングの上に乗ってください。このリングの上から19マス伸ばしていきます。追加なので、1、2、3。そういう計算方法ですね。そして、おすすめな置き方としては、今ね、3段追加したんで、一度、このようにリングを作ってあげちゃって、4、5、6。ゆっくり数えていきながら、全部の面を上に上げていくのがおすすめです。ただね、今6でしょ ?7、8、9。この、数字だけ忘れないようにしてください。追加で19マス伸ばしました。1列設置します。この列を合計7列作っていきます。なので、今1列作りました。2列、3列、4列。引っ張りましたんで、これを四方やっていきます。なので、真ん中の2マスに1列足して、これを合計7列やっていく。ドカーンと十字キーができました。ここまでできたら、この最初に立てた四つ角の上には2マス、このように柱を設置してあげて、よいしょよいしょ。今作った十字キーの外枠を高さ2マスの壁で覆っていきます。どういうことですかこれ。ねえ、ゆっくりやっていきます。まず、この柱から十字キーを囲む形で壁を立てていきます。ここで、毎回ご説明していますが、絶対にこの位置には置かないでください。必ず浮かせる形で壁を立てていきます。はい、浮いてますね。そして、折り返していく。必ずしゃがみながらやってください。そうすると、柱に連結します。わかりやすいブロックで一度蓋してあげてください。落ちないように。そして、これを十字キーを高さ2マスの壁で囲っていくので、このように浮かせて置いていきながらにして、はい、先の方は、必ず浮かせる。これを全部十字キーやっていきます。はい。そしてはい、落ちる心配ありませんね。このような形になっていれば OK。不安な方はね、マス数数えてみてください。そして、この状態から一度上に行きまして、よいしょ。どこの辺でもいいので、仮ブロック、なくなってもいいブロックで、4×4 の土台を作ってあげてください。東京チャンネルでは仮ブロック、ダイヤブロック使ってますが、土とか石とか余ってる石とかで OK です。4×4、どこでもいいです。作りましたら、周りをぐるっと囲みまして、2×2 のお風呂を作ります。で、このお風呂に、残り水バケツ2つあると思いますんで、左端に1個。ね、この角です。そして、その対角線にもう1個置いてあげてください。私も一時的にサバイバルにしてみると、無限水源ができました。無限水源は海と一緒なので、空バケツ、サバイバルですよ。取ると、はい、水が戻ってくれて、天空にもかかわらず、お水が無限になりました。この機能を使って、今、皆さんが立てていただいた通路の先の部分に、バケツを2個設置します。水バケツです。もう一度やっていきましょう。角に立ちまして、この位置ですね。このブロックの上に1個。そして真横にも1個。そうすると水がきれいに流れてくれて、仮ブロックのギリッギリまで到達します。これをね、四方にやってください。よいしょよいしょ。すべて置き終わるとこんな感じ。真ん中の危ないから蓋しておいたブロックのギリギリに水流が来ているはずです。もし水がここ溢れ出ちゃっている方は、ここのマス数が違いますんで、動画のマス数と同じになっているかご確認ください。そして、ここまでできたら、今空バケツが3つ手持ちにあると思います。その空バケツで必ず水をすくっておいてください。すくい終えましたら、仮ブロックで水ドカーンと潰しちゃって、めくってみるとあら不思議、水が消えました。このお風呂使いませんので、仮ブロック破壊しちゃってください。このような形になったら、先に立ちまして、今伸ばした先と先を四角くつないで、正方形の床を作っていきます。上から見るとこんな感じ。水流の上は埋めないでください。
ではこれを全方向やっていく。埋め終えることができました。そうしましたら、この仮ブロックは壊して、この大きな四角の縁に立ちまして、3マス縦積みします。3マス立てました。これをドカーンと壁を立てていく。縦積みしなくてもね、このように内側からゆっくり置いていくこともできます。この天空トラップタワーは結構資材が多いので、いやー作れるかなーっていうね、自信なかった方もいらっしゃると思いますが、原始的にブロックと水流と敵の湧く場所とかなり難しい機構はないのが天空トラップタワーのいいところ。囲っていく。ドカーンと囲むことができました。そうしたら中に入りまして、トラップドア、何の木材でもいいのでトラップドアをこの水路の上のこの位置ですね、この位置にドカーンと貼っていきます。はい、合計8枚貼られました。そしたら一度トラップドア閉めちゃいます。そうするとね、この壁の側面にビタッとついてくれます。こんな感じ。そうしたら今1個はやりましたが、これを4方向合計8面貼っていきます。なのでドカーンと横置きして閉じてあげる。そうすると一つの水路の右と左にトラップドアが貼られました。これを全ての水路にやっていきます。なんでこう横置きして、ジャンプしたりね、不安な方はこのように1マス置いて、ここからジャンプ、そしてもう一度置いて土台にしてからこうやって締めてあげると非常にスムーズです。で、そして毎回ご説明していますが、これ何のためにトラップドアを置いているかというと、モブはこのトラップドア開いているのか閉まっているのか判別することができません。プレイヤーはね、このように平べったくなってるから歩けるなーとか、逆にこのようにいやいや通っちゃったら落ちるなーとか判別できるんですが、モブにはそれ分かりません。結構ちょっとお茶目さんなわけですよね。そのお茶目さんな性格を利用しているということでございます。このように4方向右と左側面に全てトラップドアが貼られたことを確認したら、一度一つの島の真ん中立ちまして角を見ます。一番角、この角にハーフブロックを下にちょんと置きます。これを起点に左右どちらでもいいので2マス開けてちょん、そしてここから2マス開けてちょん、下に2マス開けてちょん、またしても2マス開けてちょん、ここから連続していきます。左に2マス開けてちょん、そして2マス開けてちょん、上にも2マス開けてちょん、右にも2マス開けてちょん。そうすると今ね、皆さん独自の置き方でいいですが、合計9つのハーフブロックが置かれました。角から起点に2マス開けてちょん、2マス開けてちょん、全方向に置いていくというイメージ。位置関係が動画のようになっていたら OK です。それを4つの島全てにやっていく。で、移動するときね、これもちろんジャンプしてもいいんですが、怖い方はトラップドア開いてあげて橋をかけて渡ってあげるのもおすすめ。一方でね、忘れないようにしっかり締めてあげてください。では、はい、もう一回ゆっくりやっていきましょう。角を置きます。右に2マス開けてちょん、2マス開けてちょん、手前に2マス開けてちょん。で、交互に行こうか。2マス開けてちょん、2マス開けてちょん。下にも2マス開けてちょん。よいしょ。そして2マス開けてちょん繰り返して、このような形。これを4つ。ここから2層目3層目作っていきますが、何層まで作れるんですかっていう話。統合版は最大7層まで作ることができます。 Java 版は34層。ただ私Java 版で10層作りましたけど、なんか5層とあんま変わんなかったかな。で、今統合版なので統合版についてのお話をすると、仮ですよ、仮にこの状態で上に3マス目でドカーンと蓋してバーンとね埋めた上で上に松明を置けば1層目一応完成なんですが、ここまで作ったら基本的に3層作っていただきたいんですね。で、7層作るのはちょっとねやりすぎ。やってもいいんだけど、結構時間かかっちゃうんで、その時間で経験値無限トラップとかアイアンゴレムトラップ作っていただくのがいいかなと思ってます。なんで基本3層効率5層、こう覚えてくれたらね非常に嬉しいなと思います。基本3層効率5層なので、今回は3層作っていきます。まずここから2層目大丈夫です。ゆっくり作っていきましょう。まず全体像の最終ゴールとしては、この4つの島の上に層が作られているのが完璧です。なんでこの島の上に作りたいんで、ここの位置だなと思ってこの位置に置いていきます。一度先に作ってしまうとこのようになりました。わかりづらいという方ご安心ください。原理をご説明すると、1層目のね大事な島あります。その上で下から3マス目、つまり最初にねこうドカーンと壁立てた上に立って、この島の3マス目に置いてあげる。なので私今クリエなんで空
空中で打ってしまうと、この位置ですね。この位置にドカーンと置いちゃって、あとは中埋めてあげる。重要なのは、水路の真上は何も置いていないということです。では、この残りの2マスちょっとやってみましょう。なんで、2マス開けて3マス目ですね。この上が2マスの空間が空いてて3マス目に置かれているんで、島の上に島。よいしょ。島の上にしで、あとは、よいしょ、繋いであげる。4つの島、全部2層目を作りました。また、縁に立ちまして、3マス縦積みしていきます。あれここから、さっき見たぞ。1層目の作り方と、実はね、かなり似ていますし、ここから新技術出てきません。おめでとうございます。なので、まずは、高さ3マスを作って、この四角の縁すべてに置いていきます。ぐるっと囲む。ドカーンと囲みました。そうしたら次に、はい、こちら島の上立ちまして、何するか覚えていらっしゃいますでしょうか？トラップドアをこの側面にドカーンとつけていきます。そして必ずビタッとね、壁につけてあげる。そして反対にもこのようによいしょよいしょつけてあげて、またしても1列トラップドア張り巡らすことできました。これを4方向やっていくんでしたね。こっからどんどんスピーディーにできますからね。4方向置いていく。ジャキンと2層目のトラップドア張り巡らすことに成功。では、はい、何するんでしたっけ？そうです。ハーフブロックを角に置くんでしたよね。で、もう皆さん言えると思います。角に置いたら2マス開けてちょん、2マス開けてちょん、縦にも2マス開けてちょん、2マス開けてちょん、2マス開けてちょん。これを合計9つ1つの島に置かれるようにする。重要なのは角から始めること。角から置いていくとこのように綺麗にまとまります。ドカーンと置き終えることができました。なんとこれで2層目完成でございます。おめでとうございます。で、さっきも言いましたが、ここでね、3マス目で蓋して、松明上に置けば、2層目で完成なんですけどね、ここまでできたら、3層目絶対やっていただきたい。頑張りましょう。この島の上、そして3マス目に、最初ね、こう骨組みだけ作ってから中埋めちゃう方式がいいと思います。置いて。そして、作った後動かないなどのトラブルあった場合、説明欄必ずご覧ください。その上で、説明欄読んだり、あとは質問あったりとか、あとこういう状況で動かないんですけどっていう方いらっしゃいましたら、ぜひコメントください。すべてのコメントに最新仕様をお調べした上でお返事いたしますんで、ぜひね、作った後もご安心いただければなと思ってます。こっから、3層目、ちょっと終わらしちゃいましょう。よし、ここで4つの島埋めちゃいましょう。ドカーンと置き終えることができました。これが3層目の土台になります。なので、はい、もうこっから皆さん、天空トラップタワーマスターですね。トラップドアを置きます。そして閉めていって、4つの水路を全部やっていく。もうプロでしょ。こう置き忘れ気をつけてください。私今ね、飛ばしちゃいましたけども。あと落ちないようにだけガチで注意してください。そしてこの動画、まだね、道後レム倉庫の仕上げ作っていきますが、絶対に最後までご覧ください。ここまでできたら3マスまた縦積みしまして、ぐるりと囲っていく。この動画、最後まで注意点のオンパレードが続きます。キヨキヨチャンネルマジで作ってくれた方、絶対に動いてほしいんで、もう飛ばさずに、本当に最後までね、見ていただいて、もう作ってくれた方全員動く。もうそれを目指したい。もうキヨキヨチャンネルは視聴者さんにお役立ちするチャンネル目指してますんで、3マスの壁をどんどん置いていく。ドカーンと壁立て終えることできました。そしたら中入りまして、もう釈迦に説法です。もう皆さん天空トラップタワーもう置き始めちゃってるんじゃないですか？はい。そうですね。角から置いて2マス開けてちょん。2マス開けてちょん。合計9マス。置きミスないようにしてください。よいしょ。このような形ですね。ドカンと4つ置き終えることができました。そうしたら、皆さんね、この、縁に立ちまして、縦積みして壊すのがおすすめ。3層できました。重要なのは、トラップドアが全てに置かれているか、ハーフブロックが2マス開けてちょん置かれているかでございます。1層目、2層目、3層目。ではここから天井作り。天井はこの3マス目にブロックを設置するだけです。もう完全に蓋しちゃってください。で、おすすめなのはこのように一度骨組み作っちゃって、こんな感じ。まあね、もう置き方全然自由なんですけども、
骨組み作るとね、横歩きしながらドカーンとね、置くことができるんで、結構楽々に置けます。ただ、ちょっと横歩き中に落ちないようにだけしてください。そして、さっきもね、言いましたけれども、マジで注意点本当に続きますんで、必ず最後までご覧ください。よくここハーフブロックじゃダメですかというね、ご質問いただくんですけども、これダメなんですね。ハーフブロック統合版、光漏れちゃうんですよ。ドカーンと気を得ることができました。お疲れ様です。ただ、はい、まずですね、松明で必ずこのトラップタワーの上、湧き潰ししてください。この下の層にね、モンスターが湧かずにトラップが動かなくなってしまいます。もうね、多めに置けば置くほど安心ですよ。よいしょ。こんな感じで置いたらさすがにやりすぎですけどね、置きすぎ。ここから一度装置のね、待機所に戻りたいんですが、ちょっと一度装置の、ありましたね。途中で水バケツすくってくださいと私お伝えしました。ここのね、側面にこのように水流してあげちゃってください。そうするとね、ちょっと下の松明全部剥がれちゃいますけども、安全に降りることができます。で、こう下にプカプカ浮きながら、ここの水取っちゃってください。仮にこういう松明が水で流れ出ちゃった可能性もありますんで、必ず追加で湧き潰ししてください。もう降ってきてますね。素晴らしい。ここで降ってこないという方、注意点がたくさんあります。一度トラップタワーの注意点ご説明しましょう。まず設定を開きまして、難易度がイージー以上になっていることをご確認ください。ピースフルは敵が湧きません。そしてこの状態から下の方に行きまして、この演算距離というのが4チャンクになっているかご確認ください。レルムズでプレイされている方は4チャンク固定です。で、ここが8とか12とかなっている方、禁止マークが出てね、変更できないんですよ。そういった時は一度ゲームをセーブして終了しまして、ワールドに入る鉛筆マークを押していただいて、左の詳細設定というタブから下にドカーンと行くと演算距離を変更することができます。これ必ず天空トラップタワー4にしてください。究極チャンネルでも紹介している統合版の多くの装置が演算距離4を想定しているんで、ここは今のうちに4に変更していくのがおすすめです。ではもう一度プレイで戻りまして、そうするともうほとんどの確率でこのように湧いているはずです。ここに溜まるモブの数はだいたい15体までです。15体溜まっている時にこうやって槍とかでドカンと範囲攻撃でね、こうやって倒していくわけですよ。そうすると、このね、よいしょ。このように、どんどん敵がいなくなるわけですが、今、上に3層作ってますんで、3つの床にランダムに脇判定が入るんですね。なんで、総数が多い方が、ランダム脇抽選が多く入るというイメージです。なるべくね、早めに倒してあげるのがおすすめ。ここで動かないという方、ぜひコメントで教えてください。最新仕様をお調べして、全てを返事いたします。ではここからお待ちかね、銅ゴーレム倉庫完成していきましょう。まずは、ここに銅ゴーレムを召喚していくんですが、覚えていますかね？こちらの最上段がトラップチェストとなっています。このトラップチェストと普通のチェストのこの間の位置に、ピストンを設置します。しゃがみながら置けます。はい、このピストン、かなり鍵を握ります。後でご説明。まずこの状態から、右角にガラスの壁をね、高さ3マスで、作っていきます。ガラスじゃなくてフルブロックでもいいんですけれども、今回ね、メカニカルな感じにしたいんで、ガラスの壁を建設していきます。で、このトラップチェストの高さまで配置してください。では、この向きに立ちまして、1段、2段、3段の階段が出ていると思います。これをね、ここに1段は1段、2段は2段、よいしょ。そして、3段は3段の階段を設置してあげて、上から見るとこんな感じ。チェストの横にしっかり階段ができました。で、この状態で、今立てたガラスの壁、2マス追加していきます。銅ゴーレムがね、外に落ちないようにするためです。よいしょよいしょ。で、フルブロックでやられてる方は必ず松明置いてください。正面から見て大きな壁ができました。次に、この位置からガラスをしゃがみながらチェストの上に置いていきます。よいしょよいしょ。そして仮ブロックでガラス上に立ちまして、3段目にもガラスを設置。よいしょよいしょよいしょ。下から1、2、3段目の列もガラスで敷き詰めました。そしたら、4段目も追加。そして、ピストン上とトラップチェスト上、5段目も追加して、よいしょ。一度、トラップチェスト上封鎖して、ここも繋いでしまいます。正面から見るとこんな感じ。上から見るとこんな感じ。一応お知らせで、ピストンが上にあってもチェスト開きますし、ガラスが上にあっても開きます。そして、階段があっても開くので安心してください。では、ここまでできたら、銅ゴーレム召喚すればね、ただただ仕分けることはできるんですよ。一方
方で、このスペースどうするんですか？私的に、むちゃくちゃこれがいいという装置をこれからご紹介します。ダストを置いて、まずは2個のやつ、レッドストーンリピーターを設置。で、リピーターの上には、レッドストーンコンパレーターを置きます。そして、一度カチッとさせる。赤く光りますが、コンパレーターとか使いたくないですよね。銅ゴーレムで簡単に仕分けしたい。でも、これ作ることで、なんと、ゴミ箱仕分けもできるんですよ。そして、プレイ中にうるさくなかったりするんです。これがね、本当に作ってよかったんですよ。僕ハードコアで。一回ちょっと、信じてください、僕のこと。ここまでできたら、奥にダスト。そして、右と下にもダストを置いて、上から見るとこんな感じ。こっから簡単ですから。この状態になったら、1個奥にもダストを置いて、1個削ってまたダスト。そして上から見るとまだこんな感じです。そしたら今置いたダストの左側、こちら2マス破壊して、奥は3マス破壊しちゃってください。こんな感じです。ゆっくりやっていきましょう。レッドストーン苦手な方も動画の通りやれば確実に動きます。一度下に行きまして、このギリギリの縁から今削ったくぼみにドロッパーを設置します。ドロッパーってのは口が半円の、クラフトするときに弓を使わないアイテムですね。手前正面向いてくれていたら、またちょっと上行きまして、上にはレッドストーンダストを設置します。上に乗っけちゃいます。しゃがみながら置けます。上から見るとこんな感じ。これ、こんなめんどくさいことしたくないという方いらっしゃると思います。まず、ちょっと原理からご説明すると、このトラップチェスト開くとピストンが動きます。いきますよ。せーの。よいしょ。はい。はい、ピストン動いてます。ピストン動きます。そして、閉まるとピストン元に戻ってくれます。まずこれ何してるかっていうと、銅ゴーレム後で召喚しますが、銅ゴーレムが押し合ってアイテム持ったのに納品しないとか、この銅のチェストに向かわないということを防ぐことができるんですね。これハードコアで私作ったんですよ。これむっちゃよかった。その上で、お気づきの方いらっしゃると思います。トラップチェストいきますよ。開くと、はい、カチカチして止まります。もう一回いきます。開くと、開いている間はカチ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 ずーっと鳴ってて、閉まるとカチカチ止まります。ちょっとラグがあって止まるんですね。これが素晴らしいんです。何をしているんですか、ギョギョさん。いきますよ。ちょっとだけお見せすると、ドロッパーにまあ適当になんか、チェスト、まあなんか入れとくじゃないですか。アイテムをね。いきます。銅ゴーレムって、まあ最後このチェスト開くんで、これぐらいの時間開いてくれるんですよ。そうすると、ジャキン、なんと、はい、さっき入れたトラップチェストがだいたい4つほど落ちます。これ何をするのか。はい。ここから建設に戻ります。まず、この位置残してガラスを設置。この1マスにマグマを設置します。はい。そしたら、あとはガラスを追加で2マス縦積みして、防具とかが落ちまくっちゃって、チェストがパンパンになっちゃうんですよ。なので、いらないアイテムはこちらに処理される仕組みになりました。オブザーバーの信号をやってると、ずっとカチカチ言っちゃう。これが、やっぱね、マイクラしててね、ちょっとしんどくなってきちゃうんだよ。うるさいなって思っちゃうの。なので、このように銅ゴーレムが最後のチェストを開けた時だけゴミ箱が動くという装置にしたかったんですね。そうすると、このような形になりました。もっと小型ができんのかなとか思ったりもするんですが、今のところこの形。で、もしね、アップデートあったらご紹介します。はい、ここまでできたら、今度、このチェストのアイテムを届けたいので、トラップチェストの下、2マス破壊して、左側ズドーンと破壊していきます。よいしょ。そうすると、ドロッパーの側面が見えますんで、まずはしゃがみながら、ドロッパーに向かってホッパーつけます。はい。ちゃんと L 字で、ドロッパーに繋がっていることをご確認ください。そして、しゃがみながら、ホッパーに向かって、必ずですよ。ホッパーに向かってホッパーつける。ホッパーに向かってホッパーつけるを繰り返していき、連結させていって、この位置まで繋ぎます。ホッパーは常に L 字になっていることをご確認いただき、最後、しゃがみながらトラップチェスト下につける。このようなホッパーの向きになっていることをご確認ください。下向いてて L 字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 で、かつ、最後は奥に L 字。こうすることによって、まあ、仮ですがちょっと石の階段入れておきましょう。そうすると、はい、レッドストーン信号が入っていない間は、どんどんホッパーを伝っていって、このドロッパーの中に、はい、このように入っていきます。で、さっきもご説明した通り何をしているかというと、はい、開くと、はい、ほいそ、いいね。でさ、ほいそ。1回につき4回ぐらい出てきますね。で、これ撮影前に1時間ぐらいかけて、より洗練されたものを作れるにはっていう感じでちょっと模索してみた結果がこれです。そうしたら、最後、銅ゴーレム召喚する前に、この動画最後までご覧ください。注意点まだ続きます。
まず一度分かりやすいように額縁貼っちゃってください。よいしょよいしょよいしょ。で、集めたいアイテムをまず分かりやすいように貼っていくんですが、私のおすすめとしては、火薬がやっぱりすごくエリトラとかで使えるんで、火薬は多めがいい。で、あとは骨粉。これ大事ですよね。で、まあ、腐肉でちょっとエメラルド攻撃かなぐらいかな。ゾンビが鉄を落としたり、あとウィッチがいるんで、雲の目を落としたりするんですが、天空トラップタワーで集めたい一番いいアイテムといったら、こんな感じですかね。あと矢あってもいいかもしれない。なんで、見たい時一度ここ破壊して、ここからね、なんか仕分けられるのありそうかな。ダスト結構溜まるんだったら、ダスト仕分けようかな、つってもいいかもしれないですね。矢、ちょっと入れておきましょう。よいしょ。矢を、はい、設置したら、これだけじゃ銅ゴーレム仕分けてくれません。いきますよ。まず、火薬チェストには、火薬を1個だけ入れておいてください。そうすると銅ゴーレムが、ここに火薬は入れればいいんだなって思ってくれます。なので、額縁で貼っただけじゃないんですね。額縁で貼るのは人間用で、チェストに入れてあげるのは銅ゴーレム用になります。なので火薬を入れておく。そして、はい、こちら、火薬入れておいて、骨チェストには必ず骨を1個入れておく。矢のチェストには、矢を1個入れておいて、腐肉チェストには腐肉を入れておく。最後もトラップチェスト横いけるんで、レッドストーンダストとかにしときましょうか。入れておいて、こうすることによって銅ゴーレムが仕分けてくれます。銅を置いて上にくり抜かれたカボチャを置くことで銅ゴーレム召喚することができます。その上でこの銅のチェスト破壊しちゃってください。銅ゴーレムは銅のチェストがあれば勝手にこのように仕分け始めてくれるので、召喚してあげてください。今どういう状況かというと、腐肉を手に持ちましたので、腐肉ないかなつって探してくれてます。今腐肉チェスト見つけましたんで入れてくれる。で、戻ってこの中に入ってる次のアイテムを探して、次はまた腐肉ですねというようにやってくれるんですが、この天空トラップタワーこのように敵を倒してあげた時にもうさすがにね、むちゃくちゃアイテム集まるんですよ。ほらこういう感じで。で、あと弓とかスタックできないもの、これ重ねることができないアイテムっていうのは銅ゴーレム1回にちょっと見てみますか。次、弓取るんじゃないかな。これ取るんじゃない？はい、弓取りました。そしたら1個しか持てないんですよ。そうするとかなり時間がかかっちゃいます。なのでこの装置でしたら銅ゴーレムをだいたい4体ぐらい、このように設置してあげるのがおすすめ。はい、5体かな、最大。っていうのは、銅ゴーレムくん、AI なわけですが、このように銅ゴーレムくん多すぎると、押し合っちゃって、効率がちょっと落ちちゃうことあるんですね。可愛いんですけどね。じゃあちょっと見てみましょう。先頭の銅ゴーレムくん、こちら、弓を持ってくれてます。この弓、もちろん僕は設定していませんが、いきますよ。最後のゴミ箱に入れてくれるんですよ。入れたら、ピストンが作動してチェスト上からちゃんと道端に落ちてくれるんですね。何がいいかというと、見てください。銅ゴーレムしまう時にチェストの上を歩くことが結構多いです。なのでこの形ですと銅ゴーレムがしまう時にチェストの上を歩きながら次のチェストを開けていくっていうことが多いんですが、帰り道はしっかり奥の2マス通ってね、石の通路通ってねということで補助してあげると、ピストンで押してあげるとより回転がスムーズになることがハードコア配信で判明しました。次に、ちょっと仮に、このドロッパーにね、じゃあちょっとダイヤモンドなくなっちゃいますけど、入れてみると、いらないアイテムが入ってる状態ですね。このようにカチカチと空いている時間、必ず放出されます。空いている間は、ホッパーの中に座れませんが、閉まっている時にホッパーの中を移動します。空いている時に放出されて、チェストが閉まっている時は、徐々に溜まっていくという仕組み。そうすると、カチカチ言ってるのは、稼働しているだけなので、耳にも優しい。で、チェストを見てみると、このように火薬だけ入っているチェストがあり、骨もね、どんどん追加されていって、余計なものは入っていません。あとプレイヤーはこのように倒しておくだけ。ちなみにこのハーフブロック部分を焚き火にするのはどうですかというご質問よくいただきます。クリーパートラップの時は有効なんですね。天空トラップタワーではおすすめできませんでした。ゾンビやクリーパーはダメージを受けて経験値は出ませんが、チェストホッパーの中に火薬や腐肉落ちます。ただ今見えますかね、このようにウィッチが落ちてきてしまうと、彼女はね耐火のポーションを飲んでしまうんですね。結論、ウィッチは手動で倒してあげる必要がありました。そうすると放置ができない。本当に自動で集めて自動で仕分ける最高効率を求める方へ改造方法をお伝えします。
まず、設定から、ピースフルにできる方はピースフルにして OK です。つまりできない方というのは、ゾンビなどを使ったトラップをすでに作成した方。これピースフルにしてしまうと、その装置動かなくなってしまいます。なので、作ってないよって方は、ピースフルで安全に操作できます。敵が降ってこないので安全です。一方で、いや、ゾンビの装置作って万年こっちとらという方はですね、イージーにしていただいて、このように敵降ってきてしまいますんで、倒しておきながら、よいしょ。ただね、もうちょっと拉致開きません。なので、まず一度8マス縦積みします。目の前のこの4マスを破壊してから一度下削って、一度敵が降ってこないように蓋しちゃってください。では、下に溜まってるモブ倒してあげて、まず下のハーフブロック破壊して、手前のトラップドアや、ここの上2マス破壊しちゃってください。ホッパー上には泥を設置してください。泥設置することによって、下のホッパーが上のアイテム回収できます。で、このように上、蓋して戻しまして、この泥の上2マス破壊し、もう四方破壊しちゃってください。ただ、銅ゴーレムが登ってこないように、この位置ガラスで蓋してあげて、このようにちょっと輪切りになりました。そしたらあとはね、トライデントキラー作成するだけです。初心者さんも挑戦してみたいよって方いらっしゃると思いますんで、ゆっくりやっていきましょう。まず、この位置にピストンを設置し、風車状に置いていきます。いきますよ。置いて、置く。ちょっと位置が難しいんで、もう動画と同じ通りにしてほしい。このような位置関係、泥の左上の奥にピストンを置いてから、必ず木材の面が中央を向いている形にして設置してください。では次に一度仮ブロックでこのドーナツ状の周り一度このような形で増設してあげまして、オブザーバーを手に持ちます。オブザーバーを手に持って、ピストンの手前に仮ブロックを置いて、仮ブロックの面にオブザーバーを設置。そうすると、矢印がピストンを向きます。で、壊して、ピストン横に仮ブロックを設置して、仮ブロックに対してオブザーバーをつける。オブザーバーの矢印はピストンを向いてます。続きまして、今置いたオブザーバーの横に向かいまして、よいしょ。はい、こんにちは。つきました。ここから左向いてピストン横に仮ブロックを置いてオブザーバー。必ずこの順序通りにやってください。矢印がピストン向いてたら OK。そしてこの位置からピストン横に仮ブロックを置いてオブザーバー設置。オブザーバーの矢印はピストン向いてます。この位置関係、ここまでできたら、ピストンのサイドにトーチ、レッドストーントーチを置いてください。はい、なので、ちょっとまた奥入りまして、ピストン横に置く。ピストン横に置く。そして最後、ピストン横に置くとガチャガチャ始まります。ガチャ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 ーっつって。これがトライデントキラーの形ですね。で、ずっとガチャガチャ言ってると重くなっちゃったりするんで、ピストンの裏にレバーを置いて下げておくとガチャッと止まってくれます。この状態になったら、フルブロックで、はい、ドカンとまたね、最初の天空トラップタワーのようなリングを作っていただき、トライデントを正面のピストンのどこでもいいので刺します。そして、ガチャッと、ガチャコンガチャコンガチャコンすると、トライデントがこのようにね、うごうごして敵を倒してくれます。で、上、蓋してあげまして、敵倒してるところ見たいんで、ガラスで最後は蓋しましょう。さあ、これでトライデントキラーが完成です。この辺りから縦積みしまして、怖いので、下必ず封鎖してから仮ブロックを奥から破壊しましょう。そうすると敵降ってきます。そうすると、はい、見ましょう。で、ここからまだ注意点続きます。さあ、敵降ってきております。さあ、このように、ガチャ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 トライデントでダメージが入って、完全自動化できるんですが、必ず、この面で、この高さで、土台ですね。この土台で待機するようにしてください。なぜなら、もしね、倒れてるところ見たいなーっつって、縦積みしてしまうと、敵の脇条件の、プレイヤーから24マスに敵が湧くっていう条件を満たせなくなります。なので、ちょっと三人称でこのように見る分にはいいんですけれども、縦積みして干渉はできないと思ってください。敵が降ってきて、その上で、銅ゴーレムが仕分けてくれる。そして、この銅ゴーレムくん、ハニカムを与えてあげると、この色のままで錆びないのでおすすめです。仕分けてくれて、いらないアイテムはグッバイ。作れた方、ぜひコメントください。そして、グッドお待ちします。キヨキヨチャンネル視聴者さんにお役立ちするチャンネルを目指して100万人登録目指してます。ぜひこちらの顔のボタンからチャンネル登録していただけると本当に嬉しいです。そして他にも装置作りたい方はこちらをご覧ください。ということでご視聴ありがとうございました。